どうも皆さんこんにちは、あきらです。じゃじゃん。はい、α7C2 をね、実は少し前に購入をね、していました。はい。で、最近はね、もうめちゃめちゃやっぱね、持ち出す機会がね、増えてるカメラのうちの一つなんですけれども、いや、ちょっと今回ね、この α7C2、いや、めっちゃ今ありなんじゃないかっていうのをね、もともといいカメラではあったんですけど、いや、ここに来て、いやー、これ買う理由結構できるなというか、いや、いろんな人にね、改めて今おすすめできるタイミングなので、今回はね、ちょっとこの 7C2 ってどういうカメラなの、何ができるので、なんで今おすすめなのっていうのと、僕がね、なんで購入したのかっていうのを踏まえて、ちょっとね、皆さんにいろいろとお話しできればなと思っております。そもそもね、この 7C2 ってどういったカメラなのかというと、これね、フルサイズカメラなんですよね。フルサイズセンサーを搭載したフルサイズのカメラですと、カメラってね、こう、いろんなセンサーサイズがありますが、フルサイズって言ったらもう一番ね、大きいと言っても過言ではないぐらい、スマホのセンサーと比べても、一回り、二回り、三回り以上ね、もうめちゃめちゃ大きいね、センサーを搭載しているということになりますと。で、センサーサイズっていうのは大きければ大きいほど、背景がボケるような写真とか動画撮れるし、明るくも撮れるわけですよね。ただ、フルサイズになればなるほど、やっぱり重たく大きくなっていくわけですよ。ただ、この 7C2 っていうのは、これだけね、コンパクトなものになってますので、アルファシリーズの中でも、最もコンパクト、最も軽いね、フルサイズカメラになってますので、こう、フルサイズカメラデビュー、そして、ミラーレスカメラデビュー、フルサイズカメラデビューに、めちゃめちゃね、いいというところで、近年すごくね、人気のカメラでもあったりします。ではね、なぜ今 7C2 がいいのかというところになるんですけど、大前提ね、僕もめっちゃいいのはしてたんですよ。もちろん知ってましたよ。発売の時も、先行でレビューというか、先行の体験会にも行ってね、いや、これいいなと思ったんですけど、ただですね、これですよ、これ。ソニーの α7-4 を持ってるから、僕これソニーのカメラ初めて買ったやつなんですけど、これ持ってたらね、これ乗り換えるほどではないなって思ってたわけですよね。はい。でも、それを上回る量がするぐらい今魅力があると。はい。それが何かというと、値下げです。ソニーがまさかの値下げしたんですよ。びっくらぽん。びっくりしましたこれ本当に。知ってる方はね知ってるかもしれないんですけど、少し前、先月ぐらいかな、ソニーの一部の製品がね値下げがありました。これまで値上げばっかしてたんですけど、でそこで値下げに対象になったのがこんな感じなんですよね。はい、いろんなカメラボディが値下げになって、そこに 7C2 が入ってるといった形になります。で、もともとはですね、ソニーストア価格で32万8900円だったのが、今はですね30万6900円だから2万2000円引きになっていて、でソニーストア価格って 10% オフね、みんな使えますので、だから実質今27万6210円で買うことができるんですよ、新品。いや、高いんですけど、めっちゃ安くなったんですよ。はい、この値段だったらちょっと買えそうだなって思ってきませんか？でレンズキット組み合わせて30万6000円ぐらいかなといったところになるので、こちらも不可能ではない。で、なんなら、フリーランスの方とかは原価償却で落とせるぐらいの 7C2 の価格になってきてるわけですよね。で、実際にですね、僕中古で買ってもっと安く買えてるんですけど、ちょっとそれはね、どこで買ったかは後で紹介するとして、もう一個大きな理由、この 7C2 が今ね、おすすめな理由としては、アップデートです。アップデートがね、いいの入ったんですよ。ついこの間、バージョン2かなのメジャーアップデートがね、入りましたので、それによってこの 7C2 でダイナミックアクティブ手ブレ補正がね、使えるようになりました。これね、はい、こんな感じで手ブレ補正、はい、これ、ダイナミックアクティブ。これによって手ブレをね、めちゃめちゃね、防止させた動画撮影ができるようになったんですよ。で、もう一個は被写体検出ですね。この認識の対象をオートが増えたんですよ。これ今まで人物とか鳥とか、動物とか選ばないといけなかったんですが、これがね、オートができるようになったので、例えばパートナーと愛犬を撮りたいときに、今は愛犬に合わせたいけど、後でパートナーに合わせたいとか、引いた時は人間に会ってほしいとかいろいろあるんですよね、シーンによって。そういった時にこのオートによってワンちゃん寄ればワンちゃんを取れるし、引けば人間を抑えてくれたり、自動で認識してくれたりするので、こういうね、このオートってめちゃめちゃありがたいんですよね。これがねできるようになりました。というように、この主にねこの2つがちょっとさすがにねこれはいいなというところで、この被写体認識っていうのが AI プロセッシングユニットっていうね機構が入ってるんですけど、それがこの7-4には入ってないんですよ。で、ダイナミックアクティブも入ってないんですよ。こっちの方がさ、上位機種的な感じなはずなのに、こっちの方がちょっと遅れを取っちゃってるんですよね。もう僕めちゃめちゃ好きなカメラで、7-4はもうほんと使い回してもめちゃもうボロボロなんですけど、ただね、もうこのやっぱコンパクトさと、今安いし、アップデート入ったし、こっちの方がいい機能あるしっていうので、ちょっとね、買ってしまったなっていうところになっております。
ます。はい。まあそんな感じでこの 7C2 ね、お話ししていく中で結構魅力的に感じてきてる人いると思うんですよ。なので簡単にねスペックをおさらいしていきましょう。スペック表はねこんな感じになっておりまして、フルサイズセンサーで3300万画素のね、まあ割と、しっかりと画素数を持っているのでこうトリミングもしやすかったりとか、まあ、4K 動画もすごくね綺麗に撮れるようなカメラになっています。まあ、動画撮影もね 4K60 フレームまで最大撮ることができたりだとか、まあ、あとファインダーがあったりとか、細かなところで言うとこの写真と動画の切り替えスイッチがねあったりはしますので、すごくね両方撮りやすかったりしますね。でダイヤルも非常に多くて、人差し指背面のダイヤルでここにもあるでここにもあるから、結構ねちゃんとカメラとしてタッチしなくてもグリグリグリっていう感じで操作ができるっていうのは僕非常にねいいところだと思ってます。でグリップもしっかりとあるといったところですかね。まあ、細かなねスペックに関しては今のね、このスペック表を見ていただくとして、ここからは僕が思うこの 7C2 の素晴らしいところ、このカメラの唯一無二のねめっちゃいいところをね皆さんにご紹介できればなと思っております。まずは何と言っても小型ボディですよ。もうやっぱちっちゃすぎるはい。なんとこれ 514g のね小型軽量ボディになっております。はい。まあやっぱり何度も見せますが、このね7-4と比べてもやっぱこのね大きさの違いっていうのはねしっかり感じることができますよね。で小さいだけじゃなくてダイヤル操作が本当にね使いやすいっていうところもこの小型さでこう妥協しなかったすごくいいところだなと思っております。でこの小型さってめちゃめちゃ良くて、例えばねこういう僕よく紹介してるこの巾着型のねカメラバッグがあって、これにねもう入れてあげて、はい、包んであげるんですよ。そうすればもうこれをねバックインバッグに入れてあげればもうほんとどこにでも持っていけます。はい、もうこのままキャリーケースに僕入れることもあるし、リュックの中に入れたりとか、カメラバッグを持たなくても全然ねこのコンパクトさやったら取り回しがいいっていうのがすごくねめちゃめちゃ気に入ってるところです。で続いてはオートフォーカスです。僕これはねもうあんま説明するまでもないかなと思うんですけど、この 7C2 っていうのは AI プロセッシングユニットっていうのが入ってるんですよ。ちょっと今言えへんかったねはい、これ何かというと 7R5 というカメラからね始まった AI チップ、まあ、AI 技術を活用したこうフォーカスをねよりこうブーストさせるようなものになっています。これによって被写体の認識が効いたりとかトラッキングのね性能がすごく向上するんですよね。なので自分が撮りたいね対象物によって、ポートレートだったら人物、野鳥だったら鳥とかワンちゃんだったら動物とか、いろいろ列車とか飛行機もありますから、こういう風に認識をね選んでそれをね最適化させてめちゃめちゃね優秀な AF が使えるので、もうここがねちょっとやっぱ7-4とも全然違うんですよね。だからソニーのカメラってオートフォーカスもめっちゃ速いんですけど、やっぱこの AI プロセッシングユニットが入ってるだけで結構もうまた話変わってくるぐらいねすごくいいので、これはね非常にこう撮影をね手助けしてくれるめちゃめちゃやっぱいいところだなと思います。でそしてやっぱりね画質、これ普通にねよう考えたらねもうめっちゃ綺麗なんか今更っていう感じでは思うんですけど、僕いろんなねこう写真とか、まあ、映像ねこの 7C2 で早速たくさん撮ってるんですけど、どうでしょうか、全部綺麗だと思いません？でただね色がいいとかじゃなくて解像感がねやっぱ3300万画素であるし、でなおかつやっぱりね、写真にはクリエイティブルックっていうねソニーの、10種類ぐらいかな今あるこのクリエイティブルックっていうのを使うことができるんですよね。でこれによっていろんなねこう色のトーンとかをね、使っていったりすることができるんですが、なんとですね僕最近ねちょうど、ソニー専用の、ライトルームプリセットっていうのを作ったんですよ。これ何かっていうと、このソニーが持っている元の色、このクリエイティブルックとかピクチャープロファイルみたいなものをそれを活用して、いろんなね色の編集をね手助けする、より高品質にするようなものになっています。だからこの僕のねライトルームプリセットをね当ててあげるだけで、実際にねこの今見ていただいていたものたちは全てですねこのねプリセットを使ってるんですが、めっちゃいい色に変わると思いませんか？これらが全部このクリエイティブルックとかを活かしながら、それをこうライトルーム上で自動選択をして、そしてこう僕がねこう思うすごくいい色、素晴らしい色とか、記憶に残る色っていうものを表現していくことができたりします。でこのねプリセットに関しては6種類入っておりまして、こういったクリエイティブルックをね搭載している機種とかで、一部ね最適化されています。もちろんそれ以前の 7-3 とかのカメラでもねもちろん使うことはできるんですが、やっぱりこういった 7C2、7-4とか、あるいは ZV-E1 とか FX とか、いろんなカメラで最近のソニーのカメラでよりねこう楽しんでもらえるようなものになっています。でポートレートのね写真とかもあると思うんですけど、ポートレートの際には、スキン補正をね自動でできるようなねそういったバージョンも含めておりますので、こう人の肌補正、ハイライトをねちょっとこうトーンアップさせたりみたいな、そういったことも全部できる、合計12個で6種類のカラーっていうのを含めた、もうめっちゃお買い得な、もうソニーユーザー限定のものになってますので、ちょっとこちら興味ある方ねぜひ見てもらえたらなと思っております。で続いてがですねその画質に関しては
動画も一緒なんですよ。動画もマジでめちゃめちゃ綺麗なんですよね。これもう見てもらった方が早いんですけど、これ全部ですね、7C2 でもう何気なく動画回してただけのシーンです。めちゃめちゃ綺麗じゃないですか。まあ使うレンズによっても変わるんですけど、このクオリティが一瞬で撮ることができるんですよね。これがね、やっぱフルサイズというか、こう動画をちゃんと撮れるね、ソニーカメラの魅力だなというふうに思うんですけど、まあ、動画ってやっぱこうフォーカスがね、ちゃんと合わないと、それも全部こうムービーとして記録してしまうので、やっぱこう連動性が大事なんですけど、そういったところも心配ね、なく綺麗に撮れたりしますよね。でですね、僕ね、動画用のラットも作ったんですよ。このラットっていうのは、まあ写真でいうフィルターのようなものになっています。ライトルームのプリセットみたいに後から自由に変更できるっていうよりかはもうかぶせるようなものになるんですけど、これもね今回6種類作っています。それがねソニーのオールラットパックっていうものになってるんですけど、このラットパックのね特徴としてはログ撮影、スタンダード、PP6 のシリーズシネ4でカメラ内ラットも含めた合計24種類あります。はい、これどういうことかねちょっと紹介していきたいんですけど、最近よくあるこの色の編集グレーディングをするにはログ撮影っていうのがね重要だよみたいな話よく聞きませんか？実際にこの動画もこんな感じのねログ撮影をしています。このログデータから一旦色味を戻してそれをこう綺麗にカラーグレーディングしていくと。むずいじゃないですかこれちょっと難しいんですよ。なのでログ素材に対しても一発でパシンとめっちゃいい色に当たるラット、このソニーのね S-Log3 専用のラットもあるし、シンプルにスタンダードで撮っておいたそれにも使えるラットも同じ色で用意しています。で、ピクチャープロファイル6のシネ2シネ5っていう、要はですね、これログとスタンダードの間みたいな、ログほどではなくスタンダードほどでもない、よりこう淡めにして、後から編集ちょっとできるよみたいな感じのものがあるんですけど、それ専用にも作ってるんですよ。シネ2シネ4の違いはもうコントラストぐらいだと思ってください。なので、このどのパターンで撮っておいても、このね、6種類のラットを楽しんでいただくことができます。でちなみにこの6種類ね、結構な僕、仕上がり具合だと思ってて、結構いい色に本当になると思います。ネイチャー系のものもいい感じになるし、フィルムラットはね、もうめちゃめちゃちょっとこうエモーショナルな感じになるし、で、僕が好きなのはオフホワイトとかかな。結構ポートレートとかにもね、ちょっとこう透明感があるというか、ちょっと白寄りのね、トーンが生まれたりするので、このオフホワイトもすごい好きやし、あとはアンバーラットを使っていただければ、こう夕方のね、夕暮れのシーンとか、ちょっとこうサンセットのタイミングに近いシーンですごく生きてくれたりするんですけど、こういったね、ラットパックをね、作っております。で、ちなみにですね、この 7C2 はそのラットをカメラの中に取り入れることもできるんですよね。実際にカメラの中に入れるラットも作ってますので、それも含めておりますので安心していただきたいんですけど、これですね、ちょっと動画モードに切り替えてあげて、はい、ここからこれですね、ログ撮影をまず入りにしてあげる。で、その上で、このラットですね、ここのラット選択で、この今回ね、僕が用意しているこのラットたちを全部取り込んで使っていくことができるんですよ。これがね、やっぱこの動画も写真も妥協なき撮影表現ができるっていうので、この 7C2 ね、本当に推しなんですよね。で、今回紹介した、ラットとプリセットはですね、セットになったバンドルもあります。なので、このセットバンドル、こちらはソニークリエイターズバンドルというね、ものとして、販売しておりますので、ぜひ興味ある方、ソニーのね、カメラをせっかく買ったら、やっぱり使いこなしてほしい、やっぱり活かしてほしいな、やっぱり写真動画楽しんでほしいなと僕は思って、それをね、こう第一にね、考えて作ったものになりますので、ちょっとね、色表現苦手だったなっていう風に感じる方は、ぜひね、使っていただければ嬉しいなと思っております。という感じで、ちょっとね、長くなってしまったんですけど、続いていきたいと思います。次が美肌補正の搭載ですね。これね、やっぱね、この7シリーズとかのめっちゃいいところ、今撮ってる FX2 とか FX3 とか、こういったカメラにはないものになるんですよね。これがですね、このメニューの中から、使うことができるんですけど、カラーの中からこれですね、美肌効果を、ロー、ミッド、ハイで選べます。なので、これでね、例えば女性とか、あとは自分とかもね、そうなんですけど、自撮りする人とかは、この美肌効果が効くの結構ありがたいですよね。ちょっとハイにするとね、結構めっちゃ効くんで、こうミドルぐらいか、ローぐらいがいいかなと思うんですけど、この美肌補正が使えるっていうのもね、ソニーカメラのやっぱ魅力ですよね。ということで、続いてまだもうちょっとだけあるんで付き合ってください。次が手ブレ補正です。今回、この 7C2 ね、5軸7段入ってるんですよ。で、先ほどお伝えしたダイナミックアクティブ、これはね、もういいんですよ。もうめっちゃいいんですよ。これは動画の手ブレ補正なんですけど、もうやたら効くんですよね。ちょっと 1.4
倍ぐらいクロップ入っちゃうんですけど、やったら効くんですよ。めちゃめちゃ手ブレ補正効くんですよ。ただそもそもこのボディに入ってる5軸7段っていうのがかなりいいんですよね。これはどういうことかというと、手ブレ補正のこの段数っていうのが何かっていうと、この段数が1段増えるごとにシャッタースピードを倍にできるというふうに考えてみてください。例えばシャッタースピードっていうのは焦点距離分の1っていうふうに基準とされることが多いんですね。なので 50mm で撮るときだったら50分の1ぐらいが理想的だと言われていたりするんですけど、だからこの5軸7段の手ブレ補正効果を持ったこの 7C2 で 50mm で撮影をねする場合の理論上の話でいくと、50mm なので50分の1で、基本的には撮らないといけないっていうのが、最低限ってなるんですけど、それよりも遅い25分の1秒ですね。これが1段になります。なので7段になったらどれぐらいかっていうと 0.39 分の1秒、だいたい約 2.5 秒ぐらいになるんですよね。それぐらい理論的にはブレないという風になったりはします。はい。あくまでねこれはちょっと理論上というか、実際にはちゃんとね構えてやらないといけないとか、ちょっと環境下にもよったりとかレンズによっても変わってくるとは思うんですけど、手ブレ補正がしっかり効くっていう意味でやっぱりこう最近ブームのコンデジとかにはない良さがねやっぱり間違いなくあるのではないかなと僕は感じております。はい。で続いて最後ですね。最後はねやっぱもうレンズがめちゃめちゃ豊富なんですよね。ちょっとね悩めるぐらい相性がいいレンズがね多いっていうのがこの 7C2 の魅力で、ちょっと最後にね、レンズおすすめのねレンズも紹介しますが、僕この E マウントのレンズも20本弱ぐらい持ってるんですけど、これを買おうってなった時にめっちゃ悩めるんですよ。何のレンズ合わせようかなみたいな。それぐらい悩めるし、ちょっと飽きても違うレンズなんぼでもあるから、そこもねめちゃめちゃ楽しめる。でしかもフルサイズでちっちゃいね 7C2 に合うものも、例えばこれとかも 40mm F2.5 とかもこのために作ったやろって言わんばかりのさ小型軽量さじゃないですか。しかもこのシリーズが3つありますからすごいっすよほんと。ソニーさんはボディだけじゃないから、カメラはレンズもいろんなものが選択肢としてあるのが本当にねすごく、いいところだなと僕はね感じております。はい。ということでこのね 7C2 の魅力ねだいぶと伝わったと思うので、ここからねちょっと価格についてしっかりとね見ていけたらなというふうに思っております。価格改定でね今だいたい25万5千円前後ぐらいでね買うことができるんですけれども、僕はですね中古で22万円台で買っています。はい。22万円台で、富士屋カメラさんの AB プラスというね中古商品を買いました。はい。ランクかな AB プラスっていうのは。最近はねマップカメラさんよりも富士屋カメラさんの中古の方が一段安いです。なので富士屋カメラさんで買うのが今はおすすめかな。品揃え的にはどうなんかな。マップカメラさんもすごくね多いし、めちゃめちゃね僕もいつもお世話になってるんですけど、22万で 7C2 買えんやったら結構ありじゃないってなってきません？もともとソニースター価格で30万ぐらいだったのが今22万とかで中古買えますから、そういった意味でも結構ねいいのかなと思ってます。でただですね、価格だけを見たらもう一個ありますよね。そうこのカメラですよ。じゃじゃんと。はい。ルミックス S9 というカメラですね。もう非常に似てますねこのカメラ大きさしかり、色味とレンズとこの外観、はい。全然違うけど結構似てるし、このルミックス S9 に関しては14万台とかで買えます。1回13万台でも見たな。で15万円ぐらいでも絶対中古ではねもらってる。で新品19万なので2段ぐらいこっちの方が安い。でも中身ほぼ一緒なんですよ。こっちは2400万画素、こっち3300万画素なんですけど 4K60 撮れて、写真もねバンバン撮れて被写体認識もあって、ほぼほぼ同じようなスペック帯にはなってるんですけど、よりコスパを求めるならばルミックス S9 の方が絶対いいと思います。もっと安いし、その差分でレンズ変えちゃうしみたいなんで、S9 はねマジでめちゃめちゃおすすめですよ。今かなり買いやすくなってます。はい。で同じような動画をね S9 も作ってますので、よかったらねこちらも見てもらえたらなと思います。だから本当にも価格重視でねやるという方は、S9 結構本当にありだと思うんでおすすめです。で結構この2つって比較されがちというか、両者ともに同じ用途で出してるカメラではあるので、基本的にはね、なのでちょっとねこの2つがどう違うかっていうのもねちょっと簡単に紹介しておくと、まずこの 7C2 には EVF があります。はい。これですねファインダーがあるのでしっかりと覗いて写真をね撮影することができます。はい。なのでここがまずは違います。この S9 はありません。でバリアングルモニターとかはね全部一緒ですね。こんな感じになっておって、で使いづらさの違いで言うと S9 はグリップがありません。なのでここがフラットになってるんですよ。だからねちょっとこう握り心地があんま良くなくて、サムレストはここにあるんですけど、やっぱこれね 7C2 の方が圧倒的にね握りやすかったりはしますね。であとは他にもやっぱレンズですね。僕ね S9 に本当このレンズをつけたい。
40mm f2.5G こんなんがねないんですよ。 S9 にねこう最適なめっちゃちっちゃいこういったねレンズっていうのが全然なくて、やっぱこのね 1840mm のズームっていうのもめちゃめちゃねいいんですけど、これなんと伸びちゃうんですよね。はい、結構伸びるんですよね。で F4.5 から 5.6 かな 6.3 ですね。なので結構暗いですよね。はい。これはね、もうこれずっと言ってるんですけど、S9 意外とレンズない問題がね、かなりありますので、純正レンズがね。なので、結構ここは大きな違いかな。で、あとはリセールバリューですね。やっぱりルミックスカメラ、S9 に限らず、リセールバリューもね、その分安いので、こう、安く買えるっていう分ね。なので、始めやすいっていうのはあるんだけど、乗り換えにくいかもしれない、人によっては。乗り換え前提でない。もうこのカメラが好きだと思ったら、もうそんなこと気にせずに買ったらいいと思うんですけど、そこはやっぱ違うかな。とはいえ僕はね S9 でも 4K でめちゃめちゃ綺麗な映像がね本当に美しい映像が撮れますし、あとはね僕はこのグリーンカラーにね張り替えサービスをやったりとかで気に入ってるので、こういったところもね良さだったりはするかなと思うので、こっちにしかない良さもねたくさんあるので、そこはねぜひね理解してもらいたいんですけど、価格だけねより優先したいなら S9 もありかもしれないということでちょっとご紹介をねさせていただきました。はい、ということでそれではね最後にこの 7C2 の注意点、購入検討の方はぜひ知っておいてほしいなというところをねご紹介できればと思うんですけど、まず1個がファインダーですね。このファインダー自体はあるのはすごくいいんですけど、小さいんですよ。めっちゃちっちゃくて、このちっちゃさで倍率が 0.7 倍っていうね、結構その中身もちっちゃいんですよね。中身がちっちゃいっていうか遠いって言ったらいいのかな。ファインダーってこの中のね、この表示のディスプレイっていうのに大きさの違いがあって、それが 0.7 倍、0.8 倍、0.9 倍、ものによっては1倍とかあるんですけど、これが 0.7 なんですよ。これかなり小さくて、こう撮影時のこのめっちゃこう世界がここに広がってるっていうのがあんまり感じないかもしれない。こういった7-4とかは 0.7 倍になるので、もうちょいあるんですよね。であとはこのアイキャップっていうこういったものがあるので、よりねこの現実世界を遮ってファインダーの中に没入できるっていうようなねものがあるんですけど、これがやっぱ7シーツには物足りなさを感じるはずです。これはねちょっと結構おまけとは言わへんけど、結構ねちょっとちっちゃいファインダーで解像度もそんな良くないんですよね。であとはねシャッター音かな。これはもうめっちゃ好みなんですけど、こんな感じの音です。はい。で7-4がこんな感じ。はい。これは好みがあるんですけど、僕はね、こっちの方が、なんか7-4の方がこうガッシャガッシャしてて、僕は結構好きだったりはするんですけど、ちょっとね、7シーツは軽いかなというような印象があります。これは好みですね。で、あとはモニターですね。このバリアングルモニターっていうのはすごく良くて、このね、はい。こういった駆動式のこの自撮りもできちゃうような、で縦構図もすごく撮りやすいっていう、このモニター自体はめっちゃいいんですけど、モニターの解像度があんまり良くなくて、これ104万ドットぐらいしかないんですよね。でこれはねもうルミックスカメラの方が綺麗だったりとか、富士フィルムの、ものによってはそのカメラの方がね同価格帯でも綺麗だったりはするんですけど、ちょっとこの価格に対してこの104万ドットはねっていう感じは正直あります。だからこう写真とか動画をこう画面上で撮っててもなんかあんまり綺麗なのかなってなりやすいんですよ。実際に撮ったものをねプレビューしたりとか再生すると綺麗だなって思うんですけど、撮ってる時のそのテンション感はあんまりね実はそんなに高くはなかったりはしたりしますね。であとはカードスロットですね。ここに、SD カードが1枚入る仕様になってるんですけど、これはね全然いいんですけど、2枚入らないので業務にはねあんまり適さないのかもしれないです。はい、モロンノンさんとか、友人のモロンノンさんとかはこれでバンバン仕事やってますっていう感じでも言ってたりするので、そういうねプロフォトグラファーさんはいっぱいいると思うんですけど、僕は結構心配性なんで、この SD カードがね2枚入るタイプじゃないと怖いんですよね。これ7-4 2枚入るんですけど、こういったところがないのでちょっと業務に僕は怖いなとは感じますね。あと CF エクスプレスも入らないので、SD のみっていうのは7-4とはねやっぱ違うところかなと思います。であとは 4K60 フレームでの撮影にクロップがあるというところですね。これ何かというと、4K60p っていうのは、4K でスローモーションをすることができます。この P っていうのがフレームレート、1秒間に何枚の画像で動画を組み合わせるかみたいな指標になります。これが大きければ大きいほどその1秒間に持っているこの画像枚数が多いので、それを分配できるんですよね。なので1秒間に60枚撮っておけば1秒間に30倍にして2秒にできるわけですよ。で一般的な動画はね、30コマとかで作られることが多いので、この30の、計60なので1秒1秒の2秒の動画にできる。なので 7C2 って 4K でもスローモーションにできるんですよ。そこはねすごく良さではあるんですけど、この場合に画角が 1.5 倍クロップが入ってしまうんですね。これによって勝手にズームされた感じになるので、画質はそんなに落ちないんですけれども、
単純にボケが減るんですよ、光学ズームの時に比べて。なので、ちょっとその辺が、使いづらさがあったりするし、こうズームしてしまう分広角側の表現がしにくかったりするので、動画をめちゃめちゃ頑張りたいっていう方にはあんまり適さないようなカメラかなとは個人的には感じております。ということで最後にね、僕がおすすめのちょっとレンズをねご紹介して終わりたいと思います。今からね見せるレンズの作例も全部ですね、僕の、ソニーのね専用設計したラットとプリセットをね使っていますので、そこもねちょっと注目して見てみてください。じゃあまずはですねこれですね、岩ついてる 40mmF2.5 の G レンズですね。これはねもうめちゃめちゃちっちゃいんで、はい、もうこんなんずるいよソニーさんルメックスにも作ってください本当に、っていうぐらいもうめちゃめちゃいいレンズです。これは小型軽量で約 2.5 なんで全然ボケます。十分ボケる。でめっちゃ解像感ある、キレキレですね。全然開放でも問題なく使えるし、動画撮影でも全然ね、ログとかじゃなければ、ISO100 に下げて PP6 の通信フォトで撮っておけばもう全然これだけで1本で済んじゃうんで、僕はね非常に気に入ってるレンズですね。で G レンズとあるんですが、この G レンズっていうのはソニーさんのレンズの中でもかなりちゃんとこう描写性能に力を入れているようなレンズになるんですね。なのでここのねこの G の、称号もあるだけあって、すごくね解像度の高いいいレンズだなと思います。価格がやや高いなとは思うんですが、買って後悔はしないで、日常から、ポートレートまでいろんなシーンでね活躍できるレンズかなと思います。で続いてがこちらでございます、2450mmF2.8G ですね。ちょっとこれねまたゆくゆくちゃんとレビューしようと思ってますが、こんないいレンズあるんですよこの2450というねもうめちゃめちゃいい画角じゃないですか。広角側から標準ぐらいまでいける F2.8 投資で G レンズでこの小型さですよ。やばくないですか。で絞りリングついちゃってます。はい、なので、こっちもねついてるんですけど、いや本当にねもうこの2個でよくないってなる7C2 とつけてみたらこんな感じのサイズ感ですね。もうめちゃめちゃちっちゃい。これでフルサイズ、第三元までいかんけど標準域カバーしちゃうって考えたら結構やばいっすよね、このコンパクトさ。唯一の不満点は望遠側がね先に来るので広角にした時に伸びちゃうんですよ。これ結構逆に思っちゃうんですよね。なので、24で一番収まってて50でズーム伸ばしたかったなっていうのは思うんですが、でもこのね、このサイズとこのクオリティやったら全然文句ないかな。このレンズはめちゃめちゃいいですよ。もう画質はもう全く問題ないし非常に撮りやすくて、50はちょっと足らんなって時は正直ありますやっぱね70いけたらいいなってそれはもちろん思うんだけど、でもね解像感があるので、最悪トリミングして3300万画素からねちょっと切り取ってあげれば SNS 載せる分ぐらいにはね全然十分なんで、これでもいいかなと思います。って感じかな。正直この40とこのね2つあったらもう全然いいかなって思うんですが、ただもうちょいやっぱ明るいレンズ欲しいですよね。 F1.8 ですよ。それがこれですね。はい、55mmZA のゾナーのねカールツアイス製の、ソニーのレンズですね。これはね超初期メンバーのレンズなんですよ。ソニーの開発の中でもかなり早かったレンズなんですけど、この小型さで 50mmF1.8 っていうねもうめちゃめちゃ高画質な、ものになっています。これもつけてみようか。めちゃめちゃ小型ですよ。これ装着するとこんな感じですね。非常にちっちゃいですね。もうこんなんさ全然ストレスなく運用ができるんじゃないかなと思います。でこの F1.8 っていうのは F 値がね低ければ低いほど背景がボケて明るく撮れますので、フルサイズで元々あるボケ量にこの F1.8 をね入れるとエグいですよ。ほんとめちゃめちゃボケるので、やっぱりねスマホではもう絶対今じゃ撮れないね、画質、描写力っていうのを楽しむこともできるし、あとはねシンプルにこのレンズの色味と質感がすごくいいです。結構これねソニーユーザーの中で神レンズとして定番とも言えるぐらいね、もういろんな方が勧めてるぐらいいいレンズではあるんですけど、それをね本当によく感じることができるはずです。めちゃめちゃ色のりもいいし、こうボケ感にあんまり癖もなくて、とはいえ結構カリッとはしてるんですよね。キレキレではあって、本当にこう僕の中ではねちょっとこう味変としても使うこともできるなとも思うし、なんか 55mm っていうね使いやすい画角なので、引いちゃえば全身も撮れるし、寄っちゃえばめっちゃちゃんとぼかして撮れるしっていうので、結構ね、1本目とかにもすごくねいいレンズじゃないかなと思います。強いて言うなら僕はちょっとデザインがね若干なんか寂しいなとは思うので、絞りリングがついたらね良かったなとは思いつつ、でも結構前のレンズなんで、それでもね結構人気だからすごいね価格はそんな安くはないんですけど、でもねすごく満足いただけるレンズかなとは思っております。はい、ということで今回いかがだったでしょうか。 7C2 やっぱ良くないですか。やっぱ値段が下がってアップデート入って
ね、これはさすがにちょっとねっていうところで僕も買ってしまったんですけど、この7シーツをね悩んでる方にね、参考になればすごく嬉しいなと思っています。で僕がね今回制作した、ソニー限定のねソニーカメラ限定のラットとプリセット、ぜひねチェックしてみてください。もう本当にねプリセットも当てるだけでもう本当にねめちゃめちゃいい質感だと思うし、こう派手にね色を変えすぎないというようなねテーマで作っています。だからこうどんなシーンでもねこうぐちゃっとならずにソニーの元の色をね活用しながらというね思想でやってるので、割とねどんなシチュエーションでもね綺麗に当てはまるんじゃないかなというふうに思っております。でラットの方もログ撮影だけじゃなくて、ログ撮影しなくてもいいし、ログで撮っておいてもめっちゃ綺麗に入るしっていうので、本当に使いやすくて、こういろんなね段階で使えると思います。まずはスタンダードで動画を撮ってみて、でラットかぶせてもらって、でもうちょっと頑張りたいなと思って、シネ4シネ2で撮ってもらって、でそこにもラット入れてもらって、で最終的にログ撮影にチャレンジして、でそれでもしっかりと綺麗に当たるみたいな感じで、こう段階的にね楽しんでいただくこともできたりするし、他のカラーで間違えて撮ってしまったとしても、このラットがあればどの時点で撮っていてもこう再現できるかと思いますので、ぜひですね今回のこの、ラットとプリセットを、ぜひね、皆さんに手に取っていただければなと思っております。ラットとプリセットをねセットにした、バンドルもね、同時に、皆さんにリリースしておりますので、よかったらねぜひチェックしていただけるとすごく嬉しいなと思います。ということで今回は最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた皆さん次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。